1から冊ミキサーは5チャンネルのデジタル制御アナログミキサーです。1から3チャンネルはモナル入力、4と5チャンネルはステレオ入力です。2と3チャンネルは、パンを設定できます。で、1チャンネル以外は外部 CV によって音量レベルをコントロールすることが可能です。基本的な操作としては、チャンネルごとのスライダーで音量レベルが調節できます。また、スライダーの下のボタンを押すことでミュート状態を切り替えることができます。ミュートされたチャンネルはスライダーの LED が消灯します。スライダーとボタンの間で光っている LED は各チャンネルの出力音量レベルを視覚的に表しています。音量がピークレベルを超えたときは、このように LED が赤く光るので、赤く光らないようにスライダーで音量レベルを調節します。出力 AB についても LED で出力音量とピークを確認することができます。そして各チャンネルを出力 AB のどちらに割り当てるかというのはスライドスイッチによって切り替えが可能です。今は全て B に割り当てられていますが、これを A に割り当ててみます。すると A 側の出力 LED だけが光ります。で、B に戻します。次にアクセントについて説明します。チャンネル1の入力の下にアクセント入出力のジャックがあります。アクセント入力から入された信号はエンベロップフォロワー回路を通ってアクセント出力から出力されます。また、ここで作ったエンベローブのレベルはダックアクノブで調節することができます。このノブは当てるボタンになっているので、左側の位置で負のエンベローブ、右側の位置で正のエンベローブ、中央の位置で信号レベル0となります。そしてアクセント入力が未パッチの場合は、チャンネル1の出力が内部決戦されています。アクセント出力はアックボタンによって内部的に決戦することができます。で、アックボタンを押しますと、このようにアックという文字が光ります。で、この状態で各チャンネルのボタンを押すことで、アック出力の影響を受けるかどうかをチャンネルごとに設定することができます。スライダーの LED が点灯状態であれば、そのチャンネルはアック出力の影響を受けます。このように1チャンネル以外はアックのターゲットにします。で、この状態であると、チャンネル1に今キックドラムが入っておりますので、ダックアックノブの位置によって、左側に回すと、ダッキングがかかります。で、右に回すと、キックが入ったときにアクセントがかかります。で、次にトリムレベルについて説明いたします。チャンネル2のパンノブの上のボタンはトリムボタンです。このボタンを押した状態にするとトリムという文字が光りますので、その状態で各チャンネルのレベルサイダーを操作することによって各チャンネルのトリムレベルを設定できます。トリムレベルを設定すると各チャンネルの入力に対してアテネートを行うことができるので、レベルが最大の位置で各チャンネルの音量バランスが取れるようにここで調節しておくことができます。次にリミッターについて説明します。チャンネル3のパンノブの上のボタンはリミッターボタンです。このボタンを押すとリミットという文字が光りますので、この状態で各チャンネルのレベルスライダーを操作することで各チャンネルのリミッターのスレッショルドを設定できます。出力音量が設定したスレッショルドを超えるとコンプレッションがかかり、スレッショルド以下の音量になるように自動的に調節されます。最後にパンタイプについて説明します。トリムボタンとリミッターボタンは短くタップすることでチャンネル2と3のパンタイプを変更できます。このように押すと LED の色が緑になったり青になったりします。で、緑の時はこれはコンスタントパワーパンとなっておりまして、音動の定位に関係なく、一定の音量に聞こえます。で、青の時はリニアパンとなっておりまして、真ん中の音度が真ん中にいるほど音量が小さくなるというパンになります。こ
これを、2023チャンネル個別に設定することができます。では、さすみきさんの機能説明は以上です。より細かい機能についてはマニュアルをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。